ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、XG Winter Without You The First Take こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ前回のですね XG Something Ain't Right この時のコメントでですね、歌物だったら Winter Without You こちらがやばいですよっていう風なコメントをいただきまして、でその中でもですね The First Take はやばいですよと、前回のリアクションの時に XG の歌声の素晴らしさ知りました。そして XG を熟知しているアルファズの方からの Winter Without You こちらはやばいというコメント、その流れからですね、今回はリアクションじゃなくて歌声分析をしていきたいと思います。どこよりも丁寧に、そしてどこよりも細かくをテーマにですね XG の歌声を分析して皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 XG Winter Without You The First Take 歌声分析していきたいと思います。さあ今回はですね歌声分析ということで歌い出しから流していきたいと思います。ただ歌い出しの前にも XG の皆さんのね華やかな登場シーンだったりマイクチェックの様子なんかも見れますので、概要欄の URL から飛んで最初からねぜひ見てみてくださいね。では流しますよ。わー綺麗な曲。やばやば、もう出だしのこのフェイクからもうすでにとんでもない歌声ですよね。今の歌声としてはですね、裏声が主体となったミックスボイスという声を使っています。すごく繊細でねコントロールの難しい歌声なんですけど、ミックスボイスっていうのは地声の成分と裏声の成分を混ぜた声のことをですねミックスボイスと言います。その割合がですね裏声の方にやや比重が多くなっているような感じで、プラス息の音が混ざっているウィスパーボイスというテクニックを使ってます。今のワンフレーズの中にもねめちゃくちゃ高等技術が詰まってますよ。もう一回聞いてみましょう。ほらもうすごい声ですね。でさっき聞き逃してしまったんですけど、フレーズの前にはエッジボイスと言われるここにあるですね仮声帯という器官を使ったこの音がですね入ってますね。タイトルがね Winter Without You あなたがいない冬ということで、やっぱりねこう切ないような感情を表現しているっていうのがワンフレーズ聞いただけでもわかりますよね。素晴らしいです。次いきますよ。うわーやばいね。ほんと日本人離れしたテクニックだったり歌唱力かなというふうに思います。いやー日本人の歌声のレベルもついにここまで来たかっていうふうにね思っちゃいますね。素晴らしいです。次いきますよ。この声も素晴らしいですね。すごく透明感があって、周りをね、こうね、ふわふわしたものが包み込んでるようなすごく優しい歌声。で、歌声の方に注目が行きがちなんですけど、僕が個人的に XG のメンバー全員で歌でものすごいなというふうに思う部分があって、それがですね、日本人離れしたリズム感なんですよね。言葉のアクセントの付け方だったり、休符の入れ方。休符っていうのは歌で表現するときはちっちゃいつを入れて歌うっていうふうに僕はレッスンでは指導しているんですけど、トラックとかね、納豆とかちっちゃいつが入った後ろの言葉っていうのはアクセントといって強い音に変わるんですけど、その辺の使い方がですね、恐ろしいほどうまいですね。もう一回聞いてみましょう。
かっこいいね。タラタッタカタッタッタっていう風にね、この体が自然に動き出してしまうかのようなリズムを感じると思うんですけど、これがね、先ほど言った子音の強弱、この辺だったり、休符の入れ方が大きく影響を及ぼしてます。次いきますよ。うわ、かっこいいね。で、ところどころに入ってるね、エッジボイスがね、またたまらなく切なくていいですよね。じゃあ次いきますよ。いやー、このパワフルな声。いやー、本当にすごい。今の歌声はですね、チェストボイスと言われる肺の中の空間を響かせた声とですね、先ほど説明したミックスボイス、地声と裏声の中間の声、こちらを使っていますね。で、人の体には代表的な声を響かせるポイントが3つあります。肺の中の胸腔と言われる部分、そして口の中の口腔と言われる部分、そして鼻の中の鼻腔と言われる部分。この辺の響きのバランスをどう取るかによって声質が決まってきます。で、力強い声を司っているポイントは胸腔、先ほど言った肺の中なんですね。こちらをメインで使った歌声をチェストボイスって言うんですけど、そちらを使いながらのミックスボイス。これも超高等テクニックですよ。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。声もね、めちゃくちゃ綺麗ですし、で、このめちゃくちゃ綺麗な声を出している要素としては、頭部共鳴と言われる頭を響かせる声を使っています。頭のですね、前方を響かせたヘッドボイスという声の成分がですね、歌声に乗ってるから、ここまでね、綺麗な歌声が出てるんですね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。かっこいいね。今のポイントもですね、音域こう下がってきたじゃないですか。で、音域が下がると、先ほど言ったヘッドボイスの成分っていうのが、どんどん薄くなるっていう、ヘッドボイスの成分がこうなくなっていくっていうかね、そういう方がめちゃくちゃ多いんですけど、今の歌声はですね、ヘッドボイスの成分を頭の上でキープしたまま低い音域までつなげてるんですよね。なので、音域が下がっても歌声の美しさが損なわれないっていうね。いや、すごいです。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ちょっとね、こう音域が下がっても歌声めちゃくちゃ綺麗ですよね。これはね、頭を響かせた成分、ヘッドボイスの成分がですね、低い音域の声にまでしっかりと乗っている証拠ですね。いやー、すごい。次いきますよ。いやー、このコーラスやばいね。コーラスまでできるのはやばいですね。で、少し前に TikTok で XG の皆さんでアカペラでね、こうハモってる動画拝見したんですけど、やっぱり普段からコーラスの練習とかまでやってるんですかね。歌に関してはもうできないことはないんじゃないかっていうぐらいもう多彩ですね。もう一回聞いてみましょう。3和音かな。メインメロディーがいて、上のハモリがいて、下のハモリがいて、なんかこのぐらいのね、ハーモニーの雰囲気を感じるんですけど、僕もね、昔ね、コーラスグループでプロ活動をしていたので、コーラスの難しさっていうのはものすごく知ってるんですけど、もうほんと完璧なハーモニーですね。実はハーモニーってものすごく音の取り方が複雑でですね、ピアノとかで例えばあなたの音ここですよ、あなたの音ここですよって言ってやっても、実は完璧な綺麗なハーモニーっていうのは生まれません。これはなんでかっていうと、チューニングって皆さんご存知ですか？鍵盤の例えばこのドの音はこの音に合わせますよ。で、レの音はこの音ですよっていう風に音を決めていく作業をチューニングって言うんですけど、ピアノっていうのは実はそのチューニング方法が曖昧で、世界の基準音と言われる 440Hz、ドレミファソラシドのラの音なんですけど、ここを基準として音が決められていきます。これを12平均率って言うんですけど、12平均率っていうのは基準の音から決めていってるので、ものすごく厳密に言うと、曖昧な
音の設定の仕方になるんです。チューニングの仕方になるんです。ただ、ハーモニーだったり、弦楽器っていうのは、音を区別する境目がないんですよね。例えば、ドレでも、ドエみたいな感じで、このドとレの間にもいくつも音があるじゃないですか。この中から一番綺麗にハーモニーを作れる音で構成されたハモリだったりを純正律っていう言葉があるんですけど、今はね、多分難しい話なので、そういう言葉があるなっていう風に覚えておいてもらえたらいいかなっていう風に思うんですけど、12平均律の音でハーモニーを作るとどうしても音がうねります。こう、ワン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 ってなるっていうかね。でも、XG のハーモニーを聞いてると、そういったうねりを感じないんですよ。おそらくなんですけど、XG のハーモニーは先ほど言った純正律といって、世界で一番美しいハーモニーの作り方をしてるんじゃないかなというふうに僕は思います。この純正律でハーモニーを作るって、恐ろしいほど難しいんですよね。いやー、すごいです。次行きますよ。ほら。めちゃくちゃハーモニーが綺麗ですよね。すごくこう透き通ったような雰囲気を感じるっていうかね。おそらくね、先ほど言った純正律で音を決めてしっかりとハモってるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。じゃあ次行きますよ。そう。このね、ハーモニーがすごくこうね、ふわっとしていたり透き通っているような綺麗な雰囲気。これを作っているもう一つの理由としては、全員がですね、ウィスパーボイスで歌ってるんですよね。この息の、はぁ、この音がハーモニーにプラスされることによって、すごく幻想的な響きに変わるんですよ。なので XG のですね、ハーモニーはそういうテクニックも使っていますね。いやー、恐ろしいほどハイクオリティですね。次行きますよ。うわー、高い。この声、高い音。これはですね、先ほど言ったヘッドボイスではなくて、後頭部を今度響かせて声を出すスーパーヘッドボイスという風な声を使っています。声を出すイメージの問題なんですけれども、高い声を出すときはこういう風なイメージで、さらに高い声を出すときは後頭部にこう声を引っ張るような感じでやると、ヘッドボイスからスーパーヘッドボイスっていう風に声がね、こう移動して高い声もスムーズにスコーンっていけるんですけど、今はね、そのスーパーヘッドボイスを使用した声でした。もう一回聞いてみましょう。ものすごく綺麗な歌声ですよね。いや、この年代でここまでの歌声を持っているって本当にすごいです。並大抵の努力じゃここまで到達できないと思いますので、本当にものすごい量の練習をしてるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思います。次行きますよ。いいね。最後ね、ハーモニーじゃなくてね、一人の声にバーンってなる瞬間、こうね、空気が切り替わったような雰囲気、たまらないですよね。で、やっぱりね、全員でハーモニーを奏でてる時でも、一番最初に言ったリズムの使い方っていうのが、全く変わってないんですよね。一人くらいね、違うリズム感でね、歌っている人がいてもおかしくないような感じなのに、全員がこうね、一糸乱れずと言いますか、同じリズムのポイント、同じ休符のポイントっていうのをしっかり守って歌を歌ってるんですね。いや、すごい徹底ぶりですね。じゃあ次行きますよ。すごい個性的な声でね、いい声ですね。この声はですね、先ほど言った代表的な3つのポイント、胸、口、鼻の中の鼻のですね、声の響きがとても強い歌声です。もう声質の全体の8割ぐらいは鼻に集めているんじゃないかなっていうぐらい、この鼻腔と言われるポイントの声の成分がものすごく前に出ていてですね。で、こういう声の使い方をすると、可愛らしいような雰囲気の声質になったり、すごくこう個性的で特徴のある声質。このような歌声が生まれてきます。もう一回聞いてみましょう。いやー、子音もね、すごく強く発音してますよね。
このね、強い子音が出ているからこそ生まれるこのリズム感、すごく心地いいですね。次いきますよ。すごいね、このね、音のアップダウン。ラーラー。1オクターブありますよね。1オクターブっていうのは下のドから上のドまでのこの音幅のことを1オクターブって言うんですけど、ここまでね、音幅があると、ものすごく音程取りにくいはずなのに、完璧に音捉えてますね。いやー、すごいです。次いきますよ。いやー、この音の上昇具合たまらないですね。で、今回の歌声もですね、地声の成分が強い歌声になってます。チェストボイスですね。こちらをですね、歌声の支えにして、ヘッドボイス、前の方の声の響きですね。このような声の成分の組み合わせの歌声なんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。この最後のね、裏声にこう、ラーラーっていうところがね、すごくこう、ふわっとしてて、聞き心地がね、いいですよね。幸せな気分になれるというかね。で、ここまで強い声だと、高音の成分の特性ではあるんですけど、ちょっとね、耳にこう、ピリピリするような成分が少しくらい混ざっててもおかしくないのに、全くその辺を感じさせないですよね。そのピリピリした成分って人によっては、ちょっと耳に痛いなっていうね、不快感につながったりする声質の成分なんですけど、自然に生まれる成分なのに、それが全く感じられないって、いい意味で恐ろしいですね。いやー、すごいです。次いきますよ。今はね、裏声が多分ね、7割ぐらいの地声成分3割のミックスボイスだと思います。結構ね、この部分を聞いて、裏声っていう風に思ってしまう方がすごく多いと思うんですけど、単純な裏声だけだと、あそこまでの声の張り感って出てこないんですよね。で、声の張り感、声の強さと言いますかね。この辺をしっかりと表現するのは、地声的な成分ですね。チェストボイスの響き。声の成分の全体を10とすると、7割ぐらいが裏声に、そこに3割ぐらいチェストボイスの響きをこう足しているような、そんな感じの声質だと思います。もう一回聞いてみましょう。いやー、それにしてもすごい声ですね。もう全員声がすごいですね。どのような練習をしてるのかね、ぜひ教えてほしいですね。じゃあ次いきますよ。すごく優しい声ですね。声を全体的にこう後ろに引いてるような感じで歌ってるような雰囲気がします。声っていうのは前方向に意識して出そうと思うと強い声になって、後ろに引くとですね、柔らかい声になるんですけど、全体的にその後ろに声をこうね、引く感じで出しているような雰囲気を感じました。プラス、ウィスパーボイスで優しさをね、増幅させているというか、そのような声かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。こうね、耳元でこう囁いているような、そんな感じの雰囲気すら感じますよね。いやー、表現力がやばいですね。次いきますよ。で、言葉のね、この強弱もすごくはっきりしてるし、さりげないんですけど、休符がね、ところどころに入っているから、フレーズのこう躍動感というかね、アップダウンした感じがですね、すごく心地いいです。次いきますよ。一回止めますよ。声がすごく大人っぽいですよね。ここで、若干音域が下がってるっていうことも理由の一つだと思うんですけど、他のメンバーに比べてですね、声の地声成分がですね、少しだけ多いんですよね。で、チェストボイスの響きが多くなると、声が厚くなったり、声質が太くなったりっていう風な現象が起こるんですけど、ここの声はですね、チェストボイスをメインで使ったウィスパーボイス。そんな感じの声質なんじゃないかなという風に思います。もう一回聞いてみましょう。
かっこいいね。で、ところどころ入ってるしゃくりね、この音を、っていう風にこう、低い音から入って目的の音までこう到達するテクニックをですね、しゃくりって言うんですけど、このしゃくりをところどころに入れてることによって、フレーズのね、スピード感だったりがついてきていますよね。いやー、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。最後にね、こう長いフレーズを歌うことによって、こう落ち着いた雰囲気を表現してるっていうポイントでしょうかね。いやー、めちゃくちゃね、表現がやばいですね。素晴らしいです。ここのハーモニーもやばいですね。割とメインメロディーに対して音がね、こう離れたような感じのハーモニーの作り方だったんですけど、こうメインメロディーとハモリの音幅があるというかね、そんな感じのフレーズ。このね、ハーモニーの作り方は、二人でハモっていてもすごくね、透明感のあるようなハーモニーが生まれるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくこうなんか透き通るような雰囲気ありますよね。これが音幅のあるハーモニーの特徴です。ハモリもね、いろんな表現があって素晴らしいですね。次いきますよ。いやー、聞き入ってしまいますね、この素晴らしいハーモニーは。いや、バックのサウンドの楽器がすごく少ないと思うんですよね、この曲は。でも XG のハーモニーがしっかりと入ってくることによって、楽器の少なさを感じさせないこの音圧。いやー、すごいですね。次いきますよ。ほら。ここはね、オクターブですね。ハーモニーって言えばハーモニーなんですけど、先ほど言ったドレミファソラシドの下のドと上のド、こういった音関係でですね、タラタラタタラタラタみたいな感じの同じ動きをしてるんですよ。すごく熱いハーモニーからこのオクターブのハーモニーに移り変わることによって、ガラッと雰囲気が変わって、こう耳がね、引き寄せられるっていうか、そういうポイントなんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。いいね。そう、ここね、二回し目のね、高音に行くところがめちゃくちゃ好きですね、僕。こうね、スーパーヘッドボイスを使った、こうね、透き通るような綺麗な歌声、たまらないですね。次いきますよ。いいね。そしてね、最後はハーモニーじゃなくて、一つの音だけ歌声が残るっていうね。このね、一つの音に哀愁を感じるというか、そういうポイントなのかな。で、ここから C メロが始まるのかな。聞いていってみましょう。いきますよ。すごい声ですね。すごい声ですね。最初はね、裏声成分の多いミックスボイスだったんですけど、音域が下がっていって途中からですね、すごく強い地声に変わってるんですよね。この声のコントロールすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほらほらほら。なんか、こう、声を最初は後ろに引いて出していたんだけど、地声になったタイミングで声を前に出してるっていう風なね、このぐらい声質にギャップがありますね。優しい声からすごく力強い声っていう風だね。いや、このテクニックもすごいんですけど、この表現をしようとした発想力が素晴らしいなという風に思います。次いきますよ。圧倒されますね。この辺は、僕の感想なんですけど、ゴスペルという音楽ジャンルでよくこういう表現方法をします。バラードでしっとり歌うんじゃなくて、力強く歌うことによって逆に切なさがこう増してくるというかね、魂が伝わってくるというか、そういうところからね、この表現引っ張ってきてるのかな、どうなんだろう。ちょっとすごいかっこよかったんで、もう一回聞きますね。そう。そう、こういうね、フェイクがこう畳みかけてくるような表現も、ゴスペルだったり R&B ではよくあるんですけど、いやー、もうここまですごいとね、もう語彙力がなくなってきます。ただシンプルに、すごい、これですね。次いきますよ。
やー、すごいね。いやー、僕がね、昔好きだった R&B、もう当時の記憶がね、蘇ってきますよね。僕はね、昔の R&B の曲を聴くのがすごい好きで、ボーイズ2メンとか、テイク6とか、割と新しめではないんですけど、ニーヨとかね、R&B でも、洋楽というか、アメリカのね、アーティストの歌声をね、聞くのがすごい好きだったんですけども、本当にそのぐらい、もう世界でもトップクラスの表現力だったり、歌唱力なんじゃないかなというふうにね、思います。いや、すごすぎますね。次行きますよ。うえいここのね、音圧がすごいね。ハーモニーもそうなんですけど、やっぱりこうね、チェストボイスを使った地声セーブの強いパワーのある歌声ね。この二つの組み合わせがですね、今のものすごい音圧を生んでると思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。このハリーアップのところがね、すごいですよね。いやー、一発撮りでこのクオリティはやばいですよね、本当に。次行きますよ。なるほど。ここでね、落ち着くわけね。さっきの音圧の追加はね、ラッサビに突入するのかなっていう風にちょっと思ったんですけど、そっからさらにね、こうね、トーンダウンというか、ゆったりとした雰囲気をね、表現してるわけですね。いや、もう展開が、すごくこう予想をいい意味で裏切られるというか、面白いですね。次行きますよ。いいね。このラップのつながりいいですね。超かっこいいですね。僕もね、ラップを好きになったのはもうここ1年ぐらいなんですけど、いや、本当にね、すごいラップだなっていうふうに思います。次行きますよ。こっからサビ行くわけね。やっぱりここ好きですね。オクターブのね、ハイトーン。いや、最高ですね。次行きます。なるほどね。そういうことね。サビのね、主メロに対して上でね、こうフェイクがあるっていう R&B ではね、よくある表現方法なんですけど、いや、ほんとね、個人的な話になるんですけど、すごく R&B 好きでね、いろんな曲をこうリサーチした時代をね、思い出しますね。素晴らしいです。次行きますよ。このね、タラタタタのところでこう跳ねた感じ感じるじゃないですか。もともとこの曲はタン、パン、タッタタンパンみたいな感じでこう軽く弾んだ感じの曲なんですけど、今のフレーズがね、僕は個人的にこの曲の中で一番こう跳ねた気持ちが若干こうワクワクするようなね、雰囲気を感じるポイントなのかなっていうふうに思うんですけど、そこがね、すごく可愛いですね。次行きますよ。いやー、日本の楽曲でこの表現はね、もうほぼ聞いたことがないですよね。こうメロディーがいて、先ほども言った話かもしれないんですけど、フェイクがこうね、畳みかけてくるっていう風な表現方法。日本のね、J-POP ではあまりメジャーな表現方法ではないのかもしれないんですけど、僕はずっと前からこの表現方法が実は大好きでですね、日本でも早くこの表現方法流行らないかななんていう風に思ってたんですけど、ようやく出会えました。XG さんがね、やってくれてますね。いや、素晴らしいです。次行きますよ。いい声。いいね。それぞれのこう表現が違うというか、同じようなフレーズなんですけど、歌声にね、こう、こもっている感情が違うことでね、やっぱね、違う色が見えてきますよね。最後の最後まで聞き応えがやばいですね。次行きますよ。いい声。超綺麗な声じゃないですか。これもね、スーパーヘッドを使ってるんですけど、で、歌ではね、よく腹筋を使って声を出すっていう風な表現方法あります。これ間違ってなくて、正解なんですけど、高い声に関しては三角なんですね。高い声に関してはですね、腰の筋肉をですね、使ってヘッドボイスを狙ってあげると、すごく声が綺麗に響くんですけど、今まさにその声の出し方をしているポイントですね。次行きますよ。
So baby, wait till you'll be home for Christmas. いやー、最後のハーモニー、最後アカペラになるんですね。いやー、すごいですね。いや、最初から最後まで圧倒されました。XG Winter Without You The First Take 見ていきましたけど、やばいですね。本当にもうやばいしか感想が出てこないんですけど、一人一人のね、歌声も超一流なのに、ハーモニーも超一流。で、表現力も超一流。やばいですね。僕は昔聞いていた、先ほどもね、ちらっと言ったんですけど、Boyz II Men。当時は僕はもう世界でナンバーワンのコーラスグループだっていうふうに思っていたんですけど、XG さんのですね、ハーモニーを聞いた瞬間、Boyz II Menのハーモニーと遜色ないぐらいのクオリティだなというふうに思いました。いやー、ここに到達するのはやばすぎますね。本当に素晴らしいです。実は僕 XG がデビューした頃にですね、テレビの特集だったかな、普段どんな練習してるんですかみたいな質問に対して、ダンスの練習はメトロノームに合わせてみんなの動きがぴったり合うように練習してますみたいなこと言ってたんですけど、本当に緻密な、周りで誰もやらないぐらい細かい部分からしっかりと練習しているのかなというふうに思いました。じゃないとね、ここまで素晴らしいハーモニーだったり歌声、表現力出せないんじゃないかなというふうに思います。いや、本当に素晴らしいグループですね、XG。これからも全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。